いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。一言でヘラブナ釣りといってもどのような釣り方があるかわかりませんよね。またシーズンオフがないところも魅力ですが、いつも同じような釣り方では釣果も上がりません。今回はヘラブナ釣りのスタイルとシーズンごとのアプローチと題して解説いたします。最後にヘラブナ釣りにおける専門用語も勉強してみたいと思います。本日の目次です。ヘラブナ釣りのスタイル、ヘラブナ釣りのシーズンごとのアプローチ、ヘラブナ釣りの専門用語、この3つについて解説いたします。ヘラブナ釣りのスタイル。ヘラブナ釣りは自然の息吹を感じながらの野釣りには格別の魅力があり、管理釣り場では仲間や家族で楽しんだり、上級者と肩を並べて腕を競う楽しみもあります。ところでヘラブナ釣りでは季節ごとのヘラブナの動きに合わせて様々な釣り方が確立されており、釣りやすいフィールドも異なってきます。これらの釣り方や釣り場を状況に応じて選ぶこともヘラブナ釣りの楽しさではありますが、もちろんヘラブナの行動を的確に把握していなければ思うような釣果を得ることはできません。ヘラブナ釣りには岸釣り、ボート釣り、桟橋釣りといったスタイルがあり、それぞれを体験していくことで、よりヘラブナとの出会いが楽しくなってきます。三条湖やダム湖などでは手漕ぎボートを利用してヘラブナ釣りを楽しめるフィールドも多くあります。ボートを利用することで陸からは入れないポイントも自在に狙うことができます。ヘラブナ釣りの聖地とも呼ばれる横利根川でも昔ながらの和船を使っての釣りが主流となっています。その一方でボートが利用できないフィールドでは当然岸からの釣りとなり、この場合はヘラ台と呼ばれる専用の釣り竿が必要となります。このヘラ台は湖沼や河川、野池などの野釣りでは必ず用意しておきたいアイテムの一つです。管理釣り場では桟橋からの釣りがメインになりますが、一部の湖沼でも桟橋を設置しているケースがあります。桟橋では足元の水深が深いことが多いため、単竿で勝負できることがメリットです。軽量な竿と仕掛けが使えるため、桟橋の釣りは入門者にとってもアプローチしやすいスタイルです。ヘラブナ釣りのスタイルのまとめです。岸釣り。ヘラブナ釣りの最も基本的なスタイルです。ヘラ台と呼ばれる専用の釣り竿を設置することで、より快適な釣りを楽しめます。ボート釣り。三条湖やダム湖などではポピュラーなスタイルです。湖面に張られたロープや立ち木などにボートをしっかり係留して安定した釣り竿にすることが大切です。桟橋釣り。管理釣り場では桟橋からの釣りが一般的です。また、神奈川県芦ノ湖のようにヘラブナ釣りのために専用桟橋を開放している釣り場もあります。ヘラブナ釣りのシーズンごとのアプローチ。早春、巣離れ。梅の花が咲く頃、水温が徐々にぬくみ始めると、深場で越冬していたヘラブナたちが産卵に備えて活動を開始します。ヘラブナ釣りではこの時期を巣離れと呼んでおり、この後に続くのっこみシーズンへの準備期間として捉えています。釣り場としては、河川の場合は本流から支流へと通じる合流点や水門周りなど、湖沼の場合は流れ込み周辺や湾道などが基本となります。しかし、三寒四温を繰り返すこの季節は、急に冷たい雨が降ったり、強い西風が吹いて水温が低下したりすると、ヘラブナたちは再び深場へと落ちてしまいます。そのような時には、カンベラの時期と同じように、水温の安定した深場を狙ってみることも必要です。3月から5月、のっこみ。桜前線の北上とともに、各地のフィールドで産卵の準備に入ったヘラブナたちは、いよいよ産卵に適した水草や障害物のある浅場に群れで回遊してきます。こののっこみと呼ばれる時期のヘラブナは、食欲が旺盛で、普段は警戒心の強い40センチメートルオーバーのキョベラを狙えるチャンスでもあります。のっこみにおける産卵活動は通常3日前後続いて、それが2週間ほどの周期で数回繰り返されます。
ただし、その年の気温や降雨などによっては、のっこみの時期は大きく左右され、状況によっては明確なのっこみが見られないままに夏を迎えてしまう年もあります。釣り場としては、浅場の足際や障害物周りなどが狙い目で、中規模から小規模を意識した場所選びが大切です。こうした浅場でヘラブナの姿を確認できれば、釣れるチャンスはとても高くなります。6月から7月、のっこみ後。のっこみが一段落すると、ヘラブナたちは産卵を終えた順番で深場に戻って体力を回復させます。このため、一時的に釣りにくい状況となってしまいますが、1週間から2週間ほど休養したヘラブナたちは、再び深場を離れて餌を活発に捕食するため、そのタイミングに巡り合えれば好調が期待できます。また、梅雨による増水が起こると、河川では濁りが入りやすくなってヘラブナの活性が下がりがちですが、ダム湖などでは逆に活性を上げる要素にもなります。7月後半から8月、盛夏。梅雨が明けて水温が上昇すると、河川や三条湖などではヘラブナの活性が一気に高まり、野釣りにおける最適のシーズンとなります。特に放流量の多い三条湖やダム湖などでは、管理釣り場以上の釣果を得ることも珍しくありません。三条湖のポイントとしては、湾道の出入り口や深場の三尾筋など、水通しのいい駆け上がり周辺が狙い目です。水温が上昇する成果は、流れ込みや湧き水のあるポイントで大釣りすることがあります。そして暑い時期こそ狙ってみたいのが河川の本流域です。ある程度の流れの効いたエリアは高水温時でも水中の溶存酸素量が豊富でヘラブナの活性も高いです。逆に管理釣り場では水温が上昇するとどうしても酸欠になりがちなので、水通しのいい釣り竿を選ぶことが釣果に直結します。9月から11月、荒食い。秋は多くの魚たちが冬に備えて荒食いをする季節です。ヘラブナも例外でなく、小場所から大場所へと広範囲に泳ぎ回って積極的に餌を捕食します。そして水温がだんだんと低下するに従って最終的な越冬場所である深場へと落ちていきます。つまり落ちブナの動きは春ののっこみの逆方向と考えていいでしょう。秋は河川でも湖沼でも水深のある駆け上がりや障害物周りが好釣り場となります。しかし秋雨によって水温が急激に下がったり水が濁ったりすると、ヘラブナたちはより心地のいい棚、営巣に素早く移動してしまいます。このため昔から秋のヘラブナは棚を釣れという格言があります。冬、落ちから巣ごもり。冬、深場に落ちたヘラブナ、カンベラは体力を温存するために広範囲を泳ぎ回らなくなります。しかし完全に冬眠するわけではなく、暖かな陽気が3日も続けば餌を追うようになります。湧き水のある場所や日当たりのいい南向きの場所には青々した水槽が繁茂していることがありますが、そうした少しでも水が暖かい場所ではヘラブナたちの活性も高く、思わぬ大釣りを体験できたりもします。管理釣り場では湧き水を引き込んだり放流量を多くするなど、厳冬期においても十分に釣りを楽しませてくれます。ヘラブナ釣りの専門用語。ヘラブナ釣りで使用される主な専門用語を解説いたします。浅棚。水面下1メートル程度までの棚のことを言います。泡漬け。小粒の気泡が水面に浮き出てくる現象です。ヘラブナが餌の匂いを嗅いで興奮すると、呼吸が盛んになって浮き袋の内圧が上昇します。この内圧を減少させるために口腔から気体を排出すると、それが水面に浮上して泡漬けが起こります。つまり餌の周囲にヘラブナが寄ってきた証拠になるわけです。1本。浮き下の長さや水深、棚などに用いる単位です。もともとは継ぎ竿の1本分の長さのことで、1本イコール約1メートルを指します。上釣り。
練り餌のばらけすぎなどによって狙いの水深よりもヘラブナの棚が上がってしまうことを言います。おだ、木の枝や竹などを縄で組んで水底に沈めた魚礁のことを言います。ヘラブナの高ポイントになりやすいです。空ツン、浮きに当たりが出ているのに合わせを入れても張りがかりしないことを言います。この原因はいろいろありますが、餌のタッチ、柔らかさやハリスの長さ、棚の位置、浮きの種類などを変えることが解決への道となります。触り、ヘラブナが餌に寄ってきた時の水流の動きが浮きに伝わって微妙に動く様子を言います。地合い、通常の釣りでは地合いと書いて魚の活性が上がる時間帯を指すことが多いですが、ヘラブナ釣りの場合は餌を的確に打ち込みながら食い気のあるヘラブナを寄せて釣れる状態を作り出すことを言います。尺ベラ、一尺約 30.3 センチメートルを超えるサイズのヘラブナのことを言います。丈、ヘラ竿の長さを指す単位です。約3メートルになります。例えば丈3の竿は1丈3尺を指すので約 3.9 メートルとなります。丈5では約 4.5 メートルということになります。シンベラ、放流されたばかりのヘラブナのことを言います。釣り人の針にかかった経験がないため比較的釣りやすいです。ツン、浮きを鋭く引き込む当たりのことを言います。ヘラブナが針がかりしやすい典型的な当たりです。馴染む、仕掛けを投入後、重りや餌などの重量が完全に浮きに乗って水面で落ち着く様子を指します。のっこみ、春、ヘラブナが産卵のために浅場に回遊してくることを言います。はたく、のっこみのヘラブナたちが産卵する様子のことを言います。もじり、魚が水面下で反転して水面を盛り上げる様子のことを言います。もじりが見られる場所ではヘラブナの活性も高いことが多く、好調化が期待できる状況です。山、山上湖を指すヘラブナ釣りの隠語です。山の上にある湖を言います。主に火山活動でできた山のくぼみに湧き水や雨水が溜まってできた湖です。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。